レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。あれ、兄ちゃん遅いな。もう待ち合わせだいぶ過ぎてるけど。おい陽介、待たせたな。お、兄ちゃん、何その格好。お前もうわかんないだろ、カブトだよ。お前今日子供の日だろお前。いや、そうだけど、それ飾っとくもんでしょ。大人になって兜をかぶるやつは兄ちゃんか大谷しかいないよ。気分いいじゃねえかお前。お前よし、今日お前サービス掛け声教えてやるよ。ラッキーサービスね。何がサービスなのかな。まあいいや、教えてよ。よし、じゃあ今日の掛け声はこれだ。あえあうおおおいえよ。あえあうおおおいえよ。これはさすがにわかるだろ。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介、頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。待って、家だよ。もう家よ。スパイやマサラカ。スパイやマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイやマサラカ。スパイやのマサラカ。時刻が夜8時30分を回りました。スパイボーカル陽介とドラムのケンタです。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラがお送りしていきます。全然わからなかった。マジ？待って勝ってカブトのおを締めよう。え勝ってカブトのおを締めよう。わかんない。勝ってカブトの王を締めよう。何それ。びっくりー。知らないの？何それ。戦とかで勝って気を緩めんなよ。さらに警戒心を持ってここで王を締め直してっていう行くよっていうことわざ。それ知らなかった。おー、大学って大したことないね。いや、そう大学って多分あれだよ、そういうのは知ってる前提のやつらが入ってくるけど、俺知らなくて入れちゃった。知らないんだ。いや、勝ってカブトの王を締めよう、結構俺は好きな言葉ですよ。勝って油断すんなよっていう。なるほどね、そういう意味です。今日はそう子供の日ですね。はい。子供のカンペ出た。健やかな成長を願う端午の節句であり、鯉のぼりを掲げ、5月人形兜や鎧を飾るのが代表的な風習です。食べ物では柏餅やちまきを楽しみ、菖蒲湯に使って魔除けをするのが定番の過ごし方とされています。子供の日の思い出などあれば教えてください。覚えてない。覚えてない。菖蒲湯って何の？わかんない。菖蒲湯って何の？バスローマンってこと？ラジオでメッセージもいただいてます。勝ってカブトの王を締めようだよ。いや、まだ勝ってすらないから。ラジオネーム、次のライブの予定が欲しいさん。ありがとうございます。次のライブの予定が欲しい。陽介君、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。バサラカいつも楽しく拝聴してます。スパイアのバンティ、いつもライブの時ぐらいしか着てないのですが、最近メタリカ風のバンティがかっこいいので、普段着としても着てみたいなと思ってみたり、でも年齢的に普段着はちょっとハードルが高い気もしています。女性の T シャツの着こなし、お二人はどんな感じがお好みですか？いや、お二人のお好み聞いちゃったらお二人のお好みになっちゃうよ。それはなんだろう、その自分が着こなしたいと思っているあれに合うのかどうかはね、分かんないからね。なんかさ、でも俺一個、洋服決める時とか、自分の中でも決めてたらいいんだけど、悩む時あるじゃん。ないだろうね。ないんだよな、俺悩む時があって、そういう時はとりあえず色味が合うやつを探すの。例えばじゃあスパイアのバンティ今出してるやつだったら、まあ赤青のグラデーションになってるわけ、だから
下を黒にしたくないんだったら、下をそのモノトーン以外にしたいんだったら、赤青の反対色を探す。だからじゃあ下を茶色にしよう、緑にしようと、でも青と緑だとちょっとあれだなってなったら、薄めのそのブルーデニムとかベージュとかって考えたりするし、あと画像こう着こなし画像みたいなのあるじゃん。あれを俺はメンズに絞らない。レディースも合わせて見るってこと。そうで色味を見るってこと。色味とあとそのバランス感見るから。だから女性だから女性の着こなしを見なきゃ参考にしなきゃってわけでもないんだよ。だメンズもレディースも合わせて色味とかそのディテールをこうちゃんと見ていくってことね。なんならだってうちの T シャツは別にメンズレディースわけないじゃん。関係ないじゃん。だからそういう感じで探せば意外とあるんですよ。まあでもT シャツどう着れって言われたらどうする？俺は全然デニムにT シャツ着るよ。まあ着れる。キャップかぶっとけなんとかなるでしょあれ。着れるね。だしあれだったらでカーゴパンツとかね。そうね。ちょっとこうミリタリー系ね、ミリタリーとか全然いいと思う。まあ夏だったら全然短パンでもいいし、短パンでもいけそうな気がするけどね。いや T シャツは何でも合いますよ。そう T シャツは何でも合うからね、全然大丈夫。好きに着こなして大丈夫ですよ。だし年齢的に不安気がとか言うけど、そこにそうなっちゃったら本当に年齢的になっちゃうから。まあその TPO に合わせれば、そうそうそう、本当に結婚式にT シャツ着ていかなければ大丈夫ですよ。好きに着ればいいと思う。はい、じゃあラジオネームひーさん。はい。陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。社会に出て10年経つのですが、何度経験しても慣れません。人事異動です。本当にただ隣の部署に移動するだけなのですが、仕事内容、そこに対する姿勢や考え方がまるで違う部署に移動となりました。いい大人もいいとこなのに、自分が職に見合う結果を残せるのか不安で仕方ありません。ですが週末のたびにスパイの法律案に参加することができていて、毎回元気にチャレンジさせてもらっております。ありがとうございます。絶対に頑張ります。お二人とも心身健康でお仕事頑張ってください。お互いに頑張りましょうという。はい、そうですね。そういう季節だったね。そうね、そうですよ。まあでも慣れる人いないんじゃないか、人事異動って。きっと。まあでも慣れないことをたくさん経験していけば、いずれ慣れたもんだらけで飽きるかもしれないね。いや、慣れないことはやってって自分の糧にしていくのが一番いいですよ。はい、頑張ってください。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後夜9時までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでチェイス・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、はい、このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話が届きましたので、恥ずかしい陽介でお送りします。もう恥ずかしい陽介。もうさすがに上裸は恥ずかしいって。服着た方がいいって絶対に。実は俺今日裸足に革靴だしね。あ、そうなの？嘘。かつ上裸。もう最悪ですよ。ラジオネームもち巾着さん。はい、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。これは私が友達から聞いた話です。友達は大学のとある講義の時、席を学籍番号順に並び替えることになったらしいです。友達は49番だったのですが、気づかずになぜか42番と言ってしまったらしく、その後後ろの人の名字の方が先なはずなのに、なぜか自分の方が前にいることに違和感を覚え、学生証を確認すると49番と書いてあることに気づいたそうです。その後200人近くいる教室内で全員席を少しずつ移動することになり、申し訳ないやら恥ずかしいやらでしばらく顔の汗が止まらなかったとのことちなみに先生には自分でみんなに声をかけてどうにかしてと言われてしまい、なんでよ、焦りやらなんやらでプチパニックだったのだとか、アホすぎる友達の話でした。いやこれさ、いやまああるじゃんこんなこと、大学の先生ってさそんなこともしてくれないの？スーパードライだよ。
マジ別にどうでもいいって感じだよ。200人が大講義だから、大講義だからなんならその授業取ってないやつも、いるんだ。いても、分かんないから、いちいちそういうのあれしないと。じゃあ先生は本当に講義をするだけなんだ。講義をして、テストで取れなかったら単位あげないよってだけ。なるほどね。こういう俺の印象ね、こういう大きい何百人の講義だったら、3、40人だったら、本当にこのなんていう目の届く範囲だしね。あれだけど、この大講義だったら全然そういう先生はね、もうそんなに構ってる暇ない。そう、でも確かに大学だとそうか。そんな別に義務教育じゃないしね。なんなら多分生徒の名前すら覚えてない先生もいるだろうね。そうだね、確かにね。大学はそうか、高校でもないしね。クラスなんてないし。そうね、受けたいものを受けて、単位を取って卒業していく。ただ自分はその専門の講義をするだけってことだもんね。そういうこと。確かにビジネスですね。本当ちゃんとビジネスのあれですね。ビジネスですよ。でもこれはしょうがないね、これは。じゃあ7人にすいませんって変わってもらったってことか。でも自分は多分そこだから、だから42番目で座っちゃったわけでしょ多分。で後ろの人が42だと思ってた人が43にずれてっていうのをやり始めたってことでしょ。そういうことね。だから150人近くが席をちょっとずつ移動し始めたってことでしょ多分。それはねそれはすいませんだ。その額に汗もかくわ。でもしょうがない、こういうことはあるわ。はい、続いていきましょう。ラジオネーム体脂肪さん。陽介健太のお二人こんばんは。はい。友達の話を聞いてください。福岡に住み始めた18歳頃の友達は、おしゃれに興味津々でした。おしゃれの最先端をつかむため福岡で初のセレクトショップに入店。お客は友達1人。うわー、1人だけか、緊張するなと思いながらも服を物色。すると店員さんが何をお探しですかと声をかけてきました。友達は T シャツが欲しかったのでインナーが欲しくてと返答。すると店員さんがインナーと不思議そうに言ってくるので、友達はインナーです、インナー、これとかいいですねと T シャツをピックアップ。すると店員さんはインナーじゃなくて T シャツですねと言ってきました。そうです、友達はおしゃれ初心者だったのでアウターの下に着る服を全部インナーだと思っていたのです。店員さんに言われた瞬間 T シャツとインナーって違うんだと気づいた友達はそれが恥ずかしくなってなぜかこの T シャツを2枚買いますと宣言。なんでその後そそくさとセレクトショップを後にした友達の話でした。インナーって言うけどね。なんなら、おしゃれさんこそインナーって言うかも。インナーって言いそうだよね。店員の方がおしゃれじゃないよそれ。T シャツってすごいカジュアル的な言い方だから。とりあえず中に着てたら全部インナーだよこれよ。だから冬とかインナーだもんね。冬とかダウンの下にジージャン着て T シャツ着てたらジージャンのことはインナーっていうもん。なるほどね。じゃあ逆に、冬、裸にダウン、インナーはマッスルスキンだね。スキンインナースキン。裸にダウンどうなんだろうね。一番あったかいのかもね。もしかしたらそうかもしんない。いや大丈夫ですよこれはね。全然だし、その認識合ってると思う。合ってるよ。でそのセレクトショップよくないわね。別にインナーって店員が不思議そうに聞くなよ。もう一緒だよね言ってること。T シャツだってインナーだし、インナーイコール T シャツだし、要はあれ例えばじゃあさ、インナーも売ってるセレクトショップだったら分かる。なるほどね。インナーとして使えるタンクトップ置いてますとかだったら分かるけど、多分この感じだと置いてないじゃん。そうね。でも夏行ってたらあれなのかな。やっぱり夏行ってて、タンクトップも売っててインナー用の、で、インナーが欲しいって言って、店員さん的には、T シャツのことを言ってるのか、インナーのタンクトップのことを言ってるのか、どっちだってなった可能性ない？春秋とかで。いやその、シーズン的にインナーって言われたら T シャツだよなって判断できない。まあでも
インナーって言われたらインナーのとこあれすんじゃない？そうかそうか。まあでどっちにしても店員が悪いなこれはな。インナーって変な不思議な声に出すのは良くないね。そうだね。こういうでも大丈夫、認識は合ってると思うよ。認識合ってる。なんで2枚買っちゃったんだろうね。恥ずかしかったんだろうねこれはね。同じ T シャツ買ったってことだよねこれ。そうだね。いやでもまあでもそういうこともあるから。いやなんかね、こういうセレクトショップ系さ、店員の圧がすごいとこ結構あるじゃん。あるね。あれやっぱ良くないよね。よくない。まあでもやっぱあれはちょっとシュプリームに憧れてんじゃないやっぱり。ないない L ない、ない M あるみんなやっぱその辺が尖ったやっぱ店員を目指してるのかもしれない。不幸がねということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話をお待ちしてます。それでは今日はラジオネーム体脂肪さんの友達の話からこちらを選曲しました。キャリーパミュパミュでファッションモンスター。スパイエアーのマサラカ。お送りした曲はキャリーパミュパミュでファッションモンスターでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩み届いてます。はい。ラジオネームひきわり納豆マーゼマゼさん。はい、ありがとう。陽介さん健太さんこんにちは。こんにちは。早速ですが私は長年疑問に思っている悩みがあります。何でしょう。私が中学生の時 50m 走を走り終わった後に、友達からトマトみたいな走り方だねと言われたことです。当時はいやトマトみたいな走り方ってなんやねんというツッコミをして満足してしまい、それはよう切り返した。理由を聞き忘れたのです。10年経った今、未だにトマトみたいな走り方ってなんだって疑問に思ってます特に私が悩んでるのは走ろうとするとトマトが出てくることですそもそもトマトみたいな走り方って何って感じですが、私は運動音痴なので、おそらく走り方が変だったんだと思います。トマトが気になりすぎて走るときに全力のパフォーマンスが出せません。走るとトマトがついてきますお二人はトマトみたいな走り方と言われてどんなイメージが湧きますか？想像でいいのでご意見いただきたいです。長年の悩みに区切りをつけて全力で走れるようになりたいですなんだろう、トマトみたいな走り方って。足が上がってないんじゃない？それトマトってさ、走らないよ、そもそも走らないけど、じゃあトマト転がりました、ゴロゴロなるじゃん、でゴロゴロ走ってんじゃん。何ゴロゴロ走るって？だから腕触れてない、足上がってない。でもっとさ、それだったらさ、いい例えを投げつけてきそうじゃない？ペンギンみたいな走り方だね。そうとかさ、なんかいや多分この引き割りになったマーゼマゼさんがかなり面白い人なんですよいや急に決めつけたいやかなり面白い方だと思うんですよで学生の時って、ツッコミを引き出したいがために、そうね、あるね、意味不明なことを言うんですよ。言う多分それの一環だと思う。確かにこのいやトマトみたいな走り方ってなんやねんを言わせるために自分に越に浸ってるってことだね。言った友達はうわ俺意味わかんないこと言えたみたいな。ちゃんと突っ込んでもらってっていうのもあるから、一連の下りがそこで落ちたっていうね、ちゃんと。だから多分理由もそいつないんだよ。で多分いじられることはあったんだろうね、この運動音痴で、そのボールがうまく投げれないとか、打てないとか、っていうのでなんかそういう前段階があって、多分走った時にちょっと走り方が、ちょっと奇抜な走り方でこれちょっと突っ込んでやろうって思わせちゃったみたいな流れがある気がするから。そうだよね、だってトマト急に出ないもん出ないよね、分かんないもん。急に出ないけどそれを出したワードセンス俺いいだろう、でそいつが言ってるだけだと思う。それはちょっとあるかも、確かに。だから逆に言葉ってすごいですねっていう、呪いにもなるんですねって話だよねこれねだって10年経ってんだよ。そうで、多分言った本人今は全く覚えてないと思うよ。多分その呪いはもう気にしなくていいと思う、多分。でそんなに10年前のさ中学の時みたいに全力で今走れないから、10年経ったら走らないし、走ると危ないよね。そう危ないから、大丈夫、もうトマトにはなりません。多分なっててごぼうぐらいだと思う。多分手が伸びちゃって、なんか足も上がんなくて、
なんかペンギンとかごぼうみたいな走り方に見えるねみたいなぐらいだと思うから別に大丈夫です。トマトにはならないはずなんで、気にしすぎないで大丈夫。そうだね。はい、全力で走っていこう。はい、続いてラジオネーム花さん。はい、はじめまして。9歳からスパイアが大好きな22歳大学生です。おお、すごい。今年度、指導訓練士国家試験を控えています。ほう。来月から実習、夏に就活、冬に国試と、国家試験ですね。勉強をたくさんしなければならないのですが、なかなか集中力が続かなくて悩んでます。好きなこと、苦手なことそれぞれに対しての集中力が続く方法はありますか？お二人はどうやって集中力を保っていますか？教えてくださいと。指導訓練士国家資格っていうのは、指導訓練士っていう眼科の領域、目ですね。はい。目の機能検査かや矯正訓練を行う国家資格を持つ専門技術職のことらしいです。あれ眼科にいる人ってことじゃない？でも多分ね、うちの母親この資格持ってるわ。あ、そうなの？そう、眼科の看護師で。じゃあ眼科行った時に多分そう、目の気球とかやってくれる人じゃない？風当てたりとかさ、はい、その眼圧調べたりとか、なるほどね、そういうことなんじゃないかな。ちょっと分かんないんだけど、集中力が続かない。でもね、これ人間って集中力って持って30分ぐらいって言われてるんだよね、確か。あ、そうなの？そう、構造上脳のだから1時間とか1時間半とか2時間とかって基本的に集中し続けるってめっちゃ難しいらしいの。はいはい。って聞いてから俺はだいたい40分に1回休憩をするようにしてるかな。基本的には。俺90分だったね。90分に1回。だから90分って多分だいぶ長いよ。長いよね。だからやっぱ30分40分ぐらいで人間って集中力が1回パンって切れるらしいよ。へえ。そうだからわざとそういうタイミングで5分とかの休憩を挟んで、またそのサイクルにする、なんかやって休んでの、っていうのがいいって聞くけどね。俺じゃあそもそも集中してなかったのかな。でもその可能性あるよね、この陽介見てるとさ集中してる瞬間ありましたっけなんかでもなんだろう、俺多分国家試験とかって暗記物だと思うのね、基本的に。まあそうだろうね。俺暗記物の時は音楽聴きながらやってた。で逆にその暗記物に集中しすぎないようにした方が、俺はその時の情報で覚えるようにしてた。周りの環境情報。まあでもそれ言うよね、やっぱり。例えばこの暗記した時に、大好きな曲のブレイクダウンのパートが始まった、ノリノリになった、この時これ見てた、みたいな。集中してないね。いやでもその技術じゃない、それは暗記術じゃない。でもその暗記術ってそれ言うじゃん。そのなんかさ、手の形を変えたりとか、要は大量のものを暗記しなきゃいけない時、匂いとか。そう、匂い未だに覚えてるもん。家にあった冷凍のチンするだけで食べれる手羽先の匂い。知らんよそれそれ夜中食ってたもん。その勉強中ってことね。そうだからそういうので頭の中で、タンスみたいな、ものを思い浮かべて、で箱を、何個か設定して自分で、この覚えたいものはここに入れるっていうのを頭の中でシミュレーションしながら手を動かすんだって。それは難しいね。その大量の時ね、覚えるものが。だからそうするとその脳みそで考えたここに入ってるのなんだっけっていうのと、その事柄が自分の体の操作とともに紐づいていく、どんどん。そうするとその短期間で大量のものを記憶できるっていうのは聞いたことあるけど、俺はしたことはない。それが本当かも分かんない。まあでもなんか集中力は続かないから、サイクルにするのがいいと思う。そうだよね、だからなんかもうそういうサイクルにしちゃってやればいいと思う。勉強するのが一番いいんじゃないかな。違う環境で、それを覚えてるかの確認作業。それ重要ね。それ確かに重要だと思う。移動中とかでもいいからね。でやって、それで出てこなかったとこはマークして、確かにって感じかな。それはいいと思う。まあでも何はともあれ、ちょっと国家資格なんでね、頑張ってください。頑張ってほしいです。またちょっと結果を聞かせてください。結果を送ってください。はい、頑張ってください。
ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております、小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2025より和立です。はい、今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、ありがとうございます。子供の日ということでゴールデンウィーク、あ、そっか、もしかしたらあれですよ、今まさに渋滞にはまって帰ってる途中の人もいるかもしれない。そっか、夜8時半9時、俺はもうゴールデンウィークの最終日だったかな、最終日前日だったか忘れたけど愛知から帰ってこようとして一人の運転で透明で9時間食らったことあるんでマジで地獄でしたね。確かに透明ってさ、あとちょっとで混むよね。いやもうね、それ通常なんですよ。あ、それが通常？そう、横浜あたりからでしょ、残り30キロとかの渋滞じゃん。これゴールデンウィーク、ケツになると、中間とあと愛知からの最初乗るとき乗ってからすぐとか、3カ所ぐらいするんですよでそれが20キロの渋滞とか、全部もう2桁キロの渋滞を起こすから、マジで東京寸前で俺初めてだと思うんだけど車で寝落ちしそうになってあ、これまずいと思ってあんまりに疲れて、それはやられるね。やばかった記憶がある。だから皆さん運転気をつけてください、運転の方は気をつけてください。はい、ということで現在、スパイアニューアルバムリバース発売中です、そのアルバムを引っ提げてスパイアツアー2026リバース、残すは5月14日木曜東京ラインキューブ渋谷のみとなっております、そして5月20日スパイア単独野外ライブ Just Like This 2025を収録したブルーレイ DVD プラス CD リリースされます。こちらもぜひチェックしてください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください、ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。